はい、それではですね、改めて、本日の講義を始めたいというふうに思います。前回ですね、後半では、ベトナムのお話をしました。ベトナムの風土と、それから、歴史について、お話をしまして、歴史の1975年に、ベトナム戦争、欧米戦争が終わったあたりで、お話が終わったかと思いますので、今日はですね、その続きからお話をしたいというふうに思います。1975年に今言ったように、ベトナム戦争が終わったわけですけれども、その翌年のですね、1976年に、南ベトナムと、それから、北ベトナム、北緯17度線でですね、南と北に、ベトナムは分かれてですね、戦争を行っていたわけですけれども、それがですね、北ベトナムの主導のもとに統一しました。統一ということは、つまり76年にですね、南ベトナムと北ベトナムの境界がですね、取り除かれたわけです。で、その直後にですね、南のメコン川デルタでは、政府による農業集団化が進められました。それまで家族でやってた農業がですね、集団農場に集団農場で行われるように、なっていったわけです。集団農場というのは、社会主義の農業であります。でしかしですね、ベトナムの農業集団化は完全に失敗だったというふうに言われています。これは何がダメだったのかというとですね、一生懸命働こうが、働く前がですね、ほとんど同じだけの給料しかもらうことができない。そういう平等主義的なシステムがダメだったというふうに言われています。平等主義的なシステムっていうのは、一見公平でいいように見えるんですけれども、人々のやる気をなかなかですね、引き出すことができないという問題点があります。こういうことの結果として、南ベトナムの農業集団化は、農業生産の深刻な停滞をもたらしました。食料不足というような状況も起こったわけです。そのため、徐々に集団農場は軌道修正されていきます。そしてついにですね、1980年代末、集団化は70年代でしたけれども、80年代の末にはですね、ドイモイ政策という、経済の自由化政策が採用されるに至ります。で、このドイモイ政策の下で、メコン川デルタでは、集団農場が解体していきます。集団農場が分解していきます。そして、集団農場以前のですね、家族経営の農業に、農家による農業に戻っていきました。そして、この家族経営の下で、メコン川デルタの農民たちは、再びですね、やる気を取り戻したようであります。つまり、このドイモイ政策とともにですね、農業の生産が向上したわけです。で、この、先ほどから言葉で言っているドイモイというのは、ベトナム語で、日本語に
訳すときにはですね、ここに赤字で書いてありますけれども、刷新という言葉が使われます。英語で言うとリノベーションですね。で、このドイモイの下でですね、家族経営の農民は、自分の水田に、灌漑施設を作るというようなことを行うようになりました。で、この、灌漑施設が作られていくと、それまでの灌漑施設がないことを前提にして営まれていた伝統的な米作りが徐々に姿を消していきます。伝統的な米作りというのはですね、前回紹介したようなその浮稲などの在来種を使った収穫量の低い農業であります。で、代わって、前回も話に出ました、国際稲研究所、イリーで開発された IR 系の近代品種がですね、ドイモイの下で、急速に普及していきます。で、IR 系の近代品種は、前回、紹介しましたように、すでに、1970年頃にですね、メコン川デルタに、導入が始まっておりました。がしかし、戦争中であったということもありますし、また戦争が終わってもですね、今言ったようなその農業集団化に伴う混乱がありましたので、この IR 系の品種はなかなかですね、普及しなかったわけであります。で、それがですね、ドイモイ政策が始まると、一転して、一気に、普及していったわけであります。で、このIR 系品種、IR 系近代品種の特徴なんですけれども、ここに書いてありますが、非観光性であるということです。それと、100日以下のですね、短い生育期間を持っているということであります。そして、何よりもですね、申し上げたいのは、非常に高収量であるということ。収穫量が高いと、収穫量が多いということであります。で、このIR 系近代品種が普及する過程というのはですね、同時にいくつかの新しい技術が普及する過程でもありました。つまり、水筒の直波ですね、種を直接水田にまくという、そういう技術であります。それと、あと2期作であるとか、あるいは3期作。それまで1期作であったわけですね。でそして、農薬だとか化学肥料を使う。こういうものはですね、在来種の下ではほとんど使われていなかったわけです。そして、簡易ポンプによる灌漑の普及であります。こういうことからですね、メコン川デルタの米の生産量はですね、1980年代の終わり頃から、急速に増加いたしました。
デルタの米の生産量の増加はですね、この資料5枚目で見ることができるわけですけれども、棒グラフで示してある、その総生産量がですね、1976年から、80年代の終わり頃までは停滞的に推移してたんですが、土用米が始まってからですね、80年代の終わり頃から急速に増えていったということが、この図から分かるわけです。ただですね、ごく最近、2010年代の後半の動きを見てみると、上のですね、まずその下のですね、折れ線で見ている、作付け面積はですね、もう今世紀に入ってからですね、頭打ちになっているわけです。がしかし、その単収がですね、今世紀に入ってからも伸びておりましたので、総生産量は、作付け面積の停滞にもかかわらずですね、増えていたんですけれども、2010年代の後半になってくると、単収もですね、停滞的になっていって、作付け面積も停滞的ですから、総生産量は2010年代の後半になると、停滞的に推移しているということになっています。はい。そして、土井も一気にですね、成長したのは農業だけではないということも前回お話ししました。つまり、国の経済が全体的にですね、成長しているわけであります。1990年代以降、土井もい開始以降の、GDP の年平均成長率は、物価の影響を差し引いた実質で見て 7% 程度であります。そして、経済全体の成長を引っ張っているのは、これはやはりですね、工業であります。この土井も域の工業の成長なんですけれども、これは、外国からやってくる企業によるですね、直接投資、事業活動を伴う投資、そういう外国企業からの投資をメインエンジンとするものであります。国全体のですね、外国への開放政策と、さらには、積極的な外国企業を誘致する政策等がですね、土井も域における経済成長をもたらしているわけであります。そして、投資する企業をですね、本籍となる国別に見てみると、日本など東アジアの企業が、多かったわけです。そして、その外国の企業が投資する場所なんですけれども、ベトナム南部で言うならば、大都会のホーチミン市、およびその周辺に集中しているわけです。反対に、農村地域ではですね、まだ企業の発展が遅れているという問題があるわけです。つまり、経済発展の地域間格差というものがですね、なおあるということであります。従いまして、そのデルタの中の労働力はですね、農村部からホーチミン市へと移動していくという流れがあるわけです。で、土井も駅のですね、工業化による急速な経済成長とともにですね、
ベトナムの第一次産業に就業する人口は徐々に減ってきております。しかし、減ったとはいえですね、2020年時点でまだ3割強もあって、いまだにですね、豊富な、先進国なんかと比べると、いまだに豊富な人口が農村にいるということであります。でさて、今、私はその、工業に主導される経済の成長が見られるというふうに申し上げましたけれども、ではですね、その工業中心の経済成長に農業がですね、どのように関わっているのでありましょうか。このですね、工業発展に及ぼす農業の影響についてはですね、ここで、ジョンストンさんという方がですね、その古典的に整理している、ジョンストンさんという方が包括的、体系的に整理している議論がありますので、それをですね、農業が工業発展に及ぼす影響を考えるにあたって、ジョンソンさんの議論をまず紹介したいというふうに思います。で、ここではですね、ジョンストンさんが書いた論文を参考にしながら、さらに、以前にもお話ししたことがある農業市場論的視点からですね、ジョンストンさんの議論を整理して紹介したいというふうに思います。で、その農業がですね、工業の発展に及ぼす影響の第1点目はですね、農家購買品市場を通じた寄与というふうに表現されるものです。この農家購買品市場を通じた寄与というのは、どういうことなのかというとですね、農業が発展すると、農村住民の所得が向上していく。そうすると、そのことがですね、農村部に工業製品に対する市場を作り出すということであります。つまり農家の所得が向上すると、農民が多くのですね、工業製品を購入することができるようになる。そういうふうに、大きくなった農村の市場がですね、工業の発展に対して、大きく貢献するということであります。特にですね、工業がまだ十分に発展していない社会経済の状態、工業発展の初期の時代にはですね、当然ながらですね、総人口の中に占める農村住民の比重というものが、ね、圧倒的多数であるわけです。こういうことを考えに入れますと、工業発展の初期の時代にはですね、農村住民が物を購入する力、農村住民の購買力がですね、工業発展にとって持っている意味はですね、非常に大きなものになるわけです。
で、さらにですね、先ほども言いましたように、農業の近代化というものは、肥料だとか農薬といった、工業製品の農業への投下によって、もたらされるものです。したがって、農業の近代化はですね、肥料や農薬といった、農業投入剤に対する市場を大きくするわけであります。はい。以上がですね、農家購買品市場を通じた寄与であります。農業が、工業の発展に及ぼす影響の第2点目として、紹介するのはですね、資金提供を通じた寄与であります。つまり、工業が発展するためにはですね、工業のための資金が必要であります。その工業発展のための資金がですね、農民が支払う税金であるとか、あるいは農民が行う貯蓄といった形を通じてですね、農業から工業へとですね、資金が移動する。こういうことはですね、実は、工業発展の初期段階には、よく見られることであります。で、農業が発展すると、こういう今言ったような、工業が発展するために必要な資金をですね、え農村内部に作り出すわけであります。はい。以上がですね、2番目の資金提供を通じた寄与であります。はい、続けます。農業の発展が工業の発展に及ぼす影響の第3点目はですね、労働と土地の市場を通じた寄与であります。つまり、農業でですね、労働と土地の生産性が向上すると。で、労働と土地の生産性が向上するというのは、同じ労働でより多くの農産物を作ることができるようになる。あるいは、同じ面積の土地で、より多くの農産物を作ることができるようになるということです。同じことですが、同じ農産物を作るのにより少ない労働で、良くなる。あるいはより少ない土地の面積で同じ量の農産物を作ることができるようになるということであります。こうやって、農業で労働と土地の生産性が上がると、国内で、食料を確保するためにですね、農業がその確保しておかなくてはいけない、労働と土地の量が、減るわけです。そうですね。農産物を作るのに、同じ量の農産物を作るのに、より少ない労働と土地しか必要ではなくなるわけですから、農業がですね、確保しなくてはならない労働と土地の量が
減少するわけです。そうするとですね、その分、それまで、農業が持っていた、資源、今の場合で言うと、労働と土地をですね、農業から工業に振り向けることが可能になるわけであります。以上がですね、労働と土地の市場を通じた寄与であります。はい。で、なおですね、途上国の経済開発の問題を扱う学問に、開発経済論という分野があります。そして、その開発経済論の中にですね、ここに書いてますが、二部門経済論という重要な理論があります。二部門経済論の提唱は、ルイースという、ノーベル経済学賞をもらった経済学者が書いた論文で、行われました。そしてさらにですね、ラニスは、そのルイースが提案した二部門経済論をですね、モデル化して、分かりやすい形に仕上げました。こういうですね、二部門経済論が途上国の経済発展で重視するのはですね、今私が第3点目として言った、労働と土地の市場を通じた寄与のうち、特にですね、労働市場を通じた寄与に注目したものであります。はい。で、以上がですね、そのジョンストンの議論、つまり、農業がですね、工業の発展に及ぼす影響の議論をですね、農業市場論的視点から整理して、紹介したものであります。非常に一般的な議論なんですけれども、それではですね、このジョンストンさんの議論が、私たちがですね、今、直面している、ドイモイ期のですね、ベトナムの農業と工業の発展の問題、ベトナムのメコン川デルタにおけるですね、農業が工業発展にどういう影響を及ぼしているのかという問題に当てはめてみるとですね、どういうことになるのかということをですね、今から一つ一つ検討してみたいというふうに思います。でまずですね、最初に申し上げたジョンストンさんの議論の最初に議論の紹介として最初に申し上げた農家購買品市場を通じた寄与なんですけれども、結論から言いますと、これはですね、今のところ、ベトナムにはですね、あまり、当てはまらないということであります。これなぜかというと、先ほど言いましたように、ベトナムの経済成長はですね、日本企業をはじめとする外国企業によるベトナムへの直接投資をメインのエンジンとするものでありました。そして、こういう外国から
ベトナムに投資する企業はですね、当面、ベトナムの国内市場を当てにしながら、ベトナムの国内市場で、その工業で作ったものを売るということを目的にしながら生産活動を行っているわけではないわけです。こういう外国の企業はですね、ベトナムで生産したものをベトナムで売ることを目的にしているのではなくて、輸出することを、外国に向かって輸出することを主な目的にしながら、生産活動を行っているわけであります。ただし、私はですね、こういうベトナムの国内市場には、全然、将来性がないということを言っているわけではありません。それどころかですね、すでに人口1億人になろうとしている人々がいる国で、しかもですね、その人々の所得が今、急速にですね、向上している。こういうことが続いていくとですね、近い将来、ベトナムの国内がですね、その巨大な市場になる可能性は十分にあるというふうに思われるわけです。そういう見通しがあるので、外国の企業はですね、当面、輸出を目的としながら、生産活動をベトナムで行っていますけれども、将来の国内市場の、近い将来の国内市場の拡大というものを見越した、先行投資の意味合いもあるというふうに言えるわけです。はい。で、以上が、第1点目のですね、農家購買品市場を通じた寄与でした。では、第2点目のですね、資金提供を通じた寄与はどうでありましょうか。これもですね、結論から言いますと、今のところですね、ベトナムには当てはまりません。ここまで申し上げたことの繰り返しになりますけれども、ドイモイ期のベトナムの経済成長はですね、外国企業の投資によって、行われているものであります。だから外国の資金で行われているものでありまして、その国内のましてやその農業で形成された資金を使って、行われているわけではないわけです。はい。以上が2点目ですね。そして最後にですね、第3点目の労働と土地の市場を通じた寄与について、見てみたいというふうに思います。私、これまで、労働と土地というふうにですね、一括りにして、労働と土地を一括りにして、お話をしてきましたけれども、労働と土地はですね、少し、事情が違いますので、以下ではですね、分けて考えたいというふうに思います。でまずですね、土地なんですけれども、そもそもですね、工業生産は農業生産と比べて
はるかに少ない土地面積しか、必要としません。ですから、工業発展のためにですね、農地が工業用地になるということは確かに実際にはありますけれども、ジョンストンさんがおっしゃるように、農業発展の結果として、農業から工業に土地を移すことが可能になったので、農業発展は工業発展をもたらすんだという議論はですね、ジョンストンさんには申し訳ないんですけれども、ちょっとですね、大げさな議論であるという気がいたします。以上、土地ですね。では、労働についてはどうでしょうか。先ほどですね、ドイモイ期の工業化による急速な経済成長とともにですね、第一次産業に就業する人口の比率は、徐々に減ってきたというふうに申し上げました。第一次産業というと、農林水産業が全部含まれるんですけれども、その中でもメインはやっぱり農業であります。その農業に就業する、したがって農業に就業する人口の比率はですね、農業に代表される第一次産業に就業する人口の比率は徐々に減っていったわけです。そして、メコン川デルタの農村地域からですね、ホーチミン市への、労働力の移動が見られるということも申し上げました。こういう、事実を見てみると、その労働市場を通じた工業発展への寄与ということはですね、メコン川デルタでもどうもですね、言えそうであります。農業が発展すると、農業が確保しておかなければならない労働の量が減るわけです。農業が発展すると、農業で、就業させておかなければならない労働の量が減るわけです。そうすると、その分ですね、それまで農業で働いていた労働力を、農業から、工業に振り向けることがですね、可能になるわけです。こういうことがですね、農業が、経済全体の発展に及ぼす労働市場を通じた寄与であります。しかしながらですね、ジョンストンさんの議論、非常に理論的にですね、すっきりと整理されていて、参考になるんですけれども、残念ながらですね、農業から工業へのですね、労働移動のメカニズムが、どのようなものであるのか、そういう点のですね、指摘がどうもないようです。農業で、その労働生産性が上がって、人手が減ってもですね、食料供給することができるから、工業に人手を回すことができるんだ。こういうですね、ジョンストンさんの議論というのは、
その農業から工業に労働を移動させることがですね、国民的食料を確保するという観点から可能なんだということをですね、指摘しているに過ぎないわけです。その農業で実際にどういうことが起こってですね、工業に労働が移っていくのかと、そういう労働移動のメカニズムに関するですね、議論が、ジョンストンさんにはどうもないように見えます。農業から工業に労働が移るというのは、もう少し噛み砕いて考えてみると、それまで農業をやっていた人がですね、農業をやめるということです。そして農業をやめて、工業へとですね、職業を変えるということです。そういうことがですね、1人や2人の農民に起こるのではなくて、社会現象としてですね、大規模に起こるということであります。どうしてですね、そういうその職業転換が起こるのか。そして、どういうメカニズムでそういうことが起こるのか。そういったことの解明が、やはり、必要になってくるわけです。以前にですね、私はこの講義の中で、かなり前になりますけれども、そういう、その職業転換のメカニズムを解明するのがですね、農民層分解論という分野なんだということを申し上げました。そこで、これからですね、メコン川デルタの農民層分解の実態をですね、見てみたいというふうに思います。つまりこれから行うのはですね、2006年以降行われた3回のですね、農業センサスというもののデータを使って、統計資料の検討を行うことです。でこの表はですね、メコン川デルタの農民層分解をですね、センサスを使いながら分析するために作ったものです。でなおですね、農業センサスという言葉がこの講義の中で、過去13回今日入れてやってますけれども、初めて出てきましたと思いますが、この、農業センサスというのは、世界各国で行われている農家のですね、全数調査です。つまり、すべての農家を対象として行われる調査であります。世界のあちこちの国で行われています。日本でもですね、節目の年に、節目というのは5と0のつく年に5年おきにですね、行われています。で、この農業センサス、調査項目はですね、農家労働力、農地、作付け等々、多岐にわたっておりまして、したがって、この農業センサスの結果を分析するとですね、その国全体の農業の資源量だとかですね、
土地、労働といった資源量と、それから、経営状況、そして、資源量だとか経営状況の地域的な違いを理解することができます。こういうふうにですね、農業センサスというのは、その国の農業の状況を捉える上で、極めてですね、有効なものなんですけれども、いかんせんですね、全部の農家さんの調査なので、全数調査なので、これをやるためにはですね、この調査をやるためには、費用、お金が結構かかるわけです。で、調査だけではなくて、結果をまとめてですね、そして、まとめた結果を公表するところまで持っていくのにも、やはりですね、費用、お金がかかるわけです。で、日本ではですね、農業センサスは、農林水産省がですね、先ほども言いましたように、5年おきに実施していますけれども、国によってはですね、そんなに高い頻度で行っていないところもあります。ただ、ベトナムではですね、過去、1994年、2001年、2006年、そして2011年、さらに2016年、こういった年を対象年にしながらですね、過去5回行われました。この講義ではですね、この5回のセンサスのうち、一番近い直近の3回の農業センサスのデータを使ってですね、メコン川デルタの農民総分解の状況を見てみるということです。で、ちょっとその統計の分析の話に行く前に、メコン川デルタの状況をイメージしてもらうためにですね、いくつかの写真と地図を紹介したいというふうに思います。これはですね、メコン川デルタの人工運河と人家ですね。集落、農村に入っていくとですね、この運河と、運河沿いの人家というのがですね、非常に典型的な風景であります。メコン川デルタ農村の、典型的な風景ということであります。でこれはですね、前回も紹介した地図ですけれども、メコン川デルタの場所はですね、ベトナムの一番南ですよということです。それで、メコン川デルタの農業はですね、お米作りが中心でありまして、年、3回も収穫することができるんですけれども、酪農はですね、ここは非常に暑いところなので、牛は皆さんもご存知かと思いますけれども、ホルスタインは、暑さに弱いので、酪農はですね、あまり向いていない、ようなんですけれども、ホーチミン市近郊のクチ県というところではですね、酪農が実は盛んになっています。ホーチミン市が近くて、その市場があるので、その市場向けに、ミルクを出荷するということですね。でしかも暑さに強い牛の品種改良だとかがなされたり、あるいは牛舎もですね、暑さ対策を、十分にですね、工夫したものになっています。そして今暑さに弱いと、牛は暑さに弱いというですね、その
酪農の不利な点を申し上げましたけれども、利点もあってですね、いい点もあって、それはどういうことかというと、暑いので、牧草をですね、一年中作ることができるわけです。ですから、その寒いところだとですね、冬用の飼料を、夏の間に収穫して保存するというですね、大変に手間のかかる作業が必要なんですけれども、この熱帯で行われているですね、酪農では、一年中ですね、牧草を作ることができるので、寒いところで行われている牧草を、冬の分の牧草を夏に収穫して保存するということが必要なくなっているわけです。はい、そしてこれはですね、農村にある、ヤシの実を原料にして、キャラメルを作っている工場です。私、先ほどですね、農村には外国企業がなかなか進出していないということを申し上げましたけれども、農村に行くとですね、あちこちにこういう小さなですね、その家内工業的な工場がですね、あるわけです。これはですね、キャラメルを包装している工程なんですけれども、ちょっと動画でないので、様子が分かりにくくなっていますが、ここにいらっしゃる若い方たちがですね、ものすごいスピードで、キャラメルをですね、紙に包んでいました。はい。ということで、写真の話はこれぐらいにしまして、この表の分析に進みたいというふうに思います。先ほど申し上げましたように、この表はですね、ベトナムの農業センサス、農家の全数調査のデータから作ったものであります。ちょっと待ってください。でまずですね、2006年から2011年までの5年間について、農地規模別の農家数の動きを見てみます。先ほどこれは直近の3回のですね、農業センサスのデータから作ったというふうに申し上げましたが、具体的に言うと2006年と2011年と2016年のですね、データを使って作った表です。で、そのうち2006年と2011年についてですね、まず見てみるということです。で、農地規模はこの行に書いてますね。でそしてこの農地規模別に見た農家数がですね、この表の中の数値として示されているわけです。で、これで見ると、ちょっと見にくいんですが、中間的な面積の農家の戸数が、2006年から2011年にかけて減っています。で、この中間的な面積の農家っていうのは、どこのことを言っているのかというと、0.5ヘクタールからですね、5ヘクタールまでを中間的な面積として扱っています。で中間的な、規模の農家さんは減っているんですけれども、反対にですね、その0.5ヘクタール未満のですね、小さな面積の農家さんが減っています。すいません、小さな面積の農家さんが増えています。それと増えているのは、ここに土地なし層と
いうふうに言われている方たちです。で、土地なし層というのはですね、農地は持っていないんだけれども、他の農家さんに雇われてですね、農業に従事している方たち。それをですね、土地なし層というふうに言っているわけです。農地は持っていないんですけれども、農村に住んでいるわけで、その住むためのですね、宅地だとか、あるいはその宅地に付属した小さな庭地みたいなものは持っている場合が多いです。宅地がなければ住めないので、宅地は持っています。はい。その土地なし層と、それから先ほど言ったその 0.5 ヘクタール未満の小さな面積の農地を持っている方たちが増えているということですね。そして、大きな規模の農家さん、これはですね、5ヘクタールまでを中間規模といったわけですから、5ヘクタール以上なんですけれども、この方たちはですね、もともとこの構成比率は右側に示してあるんですが、その非常にですね、1% ですか、5ヘクタール以上全体で見て 1% 程度と、全体の農家数に占める割合は少ない、小さいんですけれども、かすかにですね、比率では 1%、ずっと 1% ですが、2006年から2011年にかけてずっと 1% ですが、個数で見るとですね、若干増えているということになっています。つまり、2006年から2011年、この5年間の動きをまとめるとですね、増えているのは、5ヘクタール以上の大規模層と、それから、0.5 ヘクタール未満の、零細ですね、小さい規模、零細規模層プラス土地なし層。そういった両端ですね、小さい方と大きい方は増えているのに対して、0.5 ヘクタールから5ヘクタールまでのですね、中間的な面積の農家さんが減少する。これをですね、両極、要するに真ん中が減って、大きい方と小さい方の両極が増えているので、両極分解傾向と言っているわけです。真ん中の人たちがこう分解して、大きい方と小さい方、あるいは土地なしに分かれていく。そういう動きをですね、両極分解傾向というふうに言っているわけです。で今言ったことは、表に基づいたお話で少し分かりにくいかというふうに思いますので、図にしてですね、分かりやすくしようとしたのが、この図です。青がですね、2006年ですね。ですねじゃなくて、青が2006年です。そして、オレンジが2011年です。で、この青からオレンジへの変化を見てみると、真ん中のですね、中間規模層、0.5 ヘクタールから、5ヘクタールはですね、こうやって減ってるわけです。のに対して、この 0.5 ヘクタール未満、これ土地出しも含めていますけれども、それは増えていってるわけですね。で、そして、5ヘクタール、ちょっとこれはですね、数が少なすぎて、増えてるかどうかも、この図では分かりにくいんですけれども、微妙にですね、こう増えていってるわけです。これが両極分解傾向ですね。真ん中の人たちがこう、大きい方と、それから小さい方へとこう分かれていってるということであるわけです。で、今申し上げたのは、2006年からですね、2011年までの動き
なんですけれども、最近の、その後ですね、2006年から2011年の後、最も最近の、2011年から2016年についてもですね、同じような、両極分解の動きが、見られるということが、この図からわかると思うんですけれども、ただですね、2011年から2016年までの動きが、2006年から2011年までの動きと違うのはですね、最近減ってるのは、この0.5ヘクタールから5ヘクタールの中間的な面積の農家さんだけではなくてですね、0.5ヘクタール未満、あるいは土地なしの方もですね、減少していっているということです。零細規模層や土地なし層もですね、このオレンジから灰色への変化を見てみると、零細規模層ではですね、こう減っていってるわけです。先ほど言ったように、この0.5ヘクタール未満、あるいは土地なしの家はですね、2006年から2011年には増えていたわけですね。ところが、2006年から2011年には減っていってる。で、これはですね、おそらくは、こういった人たちが、最近はですね、農村にとどまっていないで、都会に流出していってる。だから、その農村にいる土地なしにはこうカウントされなくなってしまっているんだけれども、中間層からその零細層へ、そして零細層から土地なし層へというですね、分解の動きが、依然として進行しているということは言えるというふうに思います。はい。で、ちなみに最近の農業センサス、最も最近の農業センサスは、2021年に行われています。ベトナムではですね。で、その結果は、昨日も調べてみたんですけど、まだ、公表されていません。ので、どうなっているかということは、センサスの結果が出てきてから、見ることになるというふうに思います。ではですね、こういう農民層分解の動きは、どういうメカニズムで起こっているのでありましょうか。で、この点についてですね、調べるために、私たちはですね、農家さんの経営調査を行いました。どういう収入があってですね、どういう支出があって、というようなことをですね、調べた。何を作っているのか、農業以外の仕事はどういう状況なのか。とにかく農家の経済状態をですね、捉えるためにですね、農家の経済状態と関わりそうなことをですね、つぶさに一件一件、調べたわけです。結構な数の農家さんの経営調査をやりました。その結論をですね、ここで要約的に紹介いたしますと、今見たようなその農民層分解の動きが出てくるのはですね、これはやっぱり農家によって農業の所得が違うからなんです。一方にはですね、その低い農業所得の農家さんがいて、そういった方たちがですね、農地を提供する、農地を売ったりですね、貸したりするというようなことを行っているわけです。あるいは、これはもうちょっと言うのもですね、大変、お気の毒なお話なんですけれども、家族の中にですね、病気
だとか、あるいはその怪我の方がいらっしゃいますと、いっぺんにですね、大きなお金が必要になるわけです。社会保障が十分に発達していない、貯金なんかのですね、蓄えもないという方たちはですね、そういった状況、不幸に直面すると、土地、売ることができそうな唯一のものである土地をですね、売らざるを得ないという方たちもいらっしゃいました。ところがですね、その反対側には、その土地を買う方がいらっしゃるわけでして、あるいは借り入れる方がいらっしゃるわけでして、うまい経営をやってですね、高い所得を上げる。そういう農家さんもいらっしゃいます。そういう方たちは、自分が挙げた高い所得の一部をですね、農地の購入に当ててもですね、なお利益を上げることができるということであるわけです。で、今申し上げたことは、実はですね、1990年代の終わり頃の調査を通じて、分かったことなんですけれども、この丸3に書いてあることをちょっと見ていただきたいんですが、2000年代以降の新しい動きとしてですね、ここに特に紹介すべきだと思うことは、近年はですね、農地の買い手として、不動産業者が登場してきているということです。先ほどの農地の買い手は農家さんでしたね。だけど、その2000年代以降の新しい動きとして、不動産業者が農地を買うということが出てきています。これどうして不動産業者がですね、農地を買うのかというとですね、実はベトナムの非常に早い経済成長に伴って、農地の価格がですね、速いスピードで上がっていってるんです。日本もですね、かつて経済成長していた時期には、その地価がですね、非常に高いスピードで上がりました。土地の価格が非常に高いスピードで上がりました。ベトナムは今まさにですね、成長の時期なので、その農地を含むですね、地価が非常に速いスピードで上がっていってるわけです。で、農地の価格が上がっていくと、速いスピードで上がっていくと、どういうことが行われるようになるかというと、これはですね、農地を材料にした、投機、スペキュレーションが、行われるようになるわけです。投機っていうのは、この一番、ここですね、一番最後に、丸3の一番最後に書かれてある言葉ですね、この投機。投機とは何か。これは、農地の場合で言うと、農地の値段がまだですね、安い時に農地を買う。そして、農地が高くなったら、その農地を売る。そうやって、買いと売りの価格差を利用してですね、お金を儲ける人がですね、出てきているわけです。農地を買うといってもですね、農業生産を目的にしながら、農地を買う場合にはですね、どうですか、農地の価格が高くなるということは困ったことですよね。しかし、この投機でお金を儲けようとしている人にとってはですね、農地の価格が高くなるということは、逆にいいことなわけです。というか、農地の価格が上がっていかないとお金は儲からないわけです。そして、こういうその投機の動きに巻き込まれる形でですね、農家が農地を売るという事例が出てきているわけです。
農地の値段が上がった。よし、売ろうと。お金が、もう少し待ってれば上がるかもしれないんだけども、先ほど言ったような事情でですね、待ってられないというような方たちはですね、その農地の価格が上がっていくと、農地を売ろうという判断をしやすくなっていくわけです。そうやって、農家さんが持っている農地の面積がですね、だんだんと小さくなっていってるわけです。はい。で、私はですね、農民総分解の動きをですね、えーメコン川デルタで見てきましたけれども、この農民総分解の動きがですね、えー近年、その東南アジアのメコン川デルタ以外の広い地域を覆う動きであるということはですね、従来のいくつかの研究を通じて、明らかになっています。ここにタイだとかインドネシアの動向を紹介している文献を皆さんに示していますけれども、こういった研究を通じてですね、脳みそ分解というものが東南アジアのですね、広い範囲を覆う動きであるということが明らかにされてきています。そして、脳みそ分解がですね、その東南アジアでの工業化のために必要なですね、低賃金の労働力を作り出しているわけであります。でなおですね、これはい、なおですね、その脳みそ分解の前提条件はですね、土地の売り買いや貸し借りが自由に行われるということです。農地のですね、売り買いや貸し借りが自由に行われるということがなければですね、その農民が農地を失うということも、ありませんし、制度的にそういうことは無理ですし、反対に、農民の一部の農民にですね、農地が集中するということも、ありません。ですから、土地の売り買い、貸し借りが自由に行われなければですね、農民総分解は起こらないわけです。で、社会主義国であるベトナムではですね、土地の売り買い貸し借りを自由に行うことができない時期も実はありました。しかし、ドイモイ政策のもと、1990年頃に、作られた土地法によってですね、農民は、自分の農地に対して、その私的所有権に匹敵する強い権利を持つことができるようになりました。私的所有権に匹敵するということは、つまり、売り買いだとかですね、土地を売ったり買ったりしたり、あるいは貸したり借りたりすることを自由に行うことができる。そういう市場が、発達してくる。そういうことが制度的、そういう市場が発達してくることが、制度的に可能になっているということであります。はい、ということで、本日はですね、農家の両極分解の動きをですね、ドイモ域のベトナムメコン川デルタについて見ました。はい。
ということで、